動画のスライドはウェブサイトからダウンロードできます。動画の後半、おまけではもっと速いスピードで少しだけおしゃべりしています。ぜひおまけのヒアリングにも挑戦してみてください。それでは本編スタート。日本語に浸ろう。19、日本の年末年始。5、お正月とお年玉。皆さんこんにちは、みーです。新年の始まり、いかがお過ごしでしょうか。日本では1月1日のことを元日と言います。元という字には一番初めという意味があります。一年の一番初めの日、元日です。今回の動画ではお正月の特別な言葉と子どもたちが楽しみにしているお正月のイベント、お年玉について紹介します。1、お正月の言葉。お正月は一年の中でもとても大切な行事です。お正月にまつわる言葉を3つ紹介します。1、元旦。1月1日、元日の午前中のことを特別に元旦と言います。旦という字には日の出、夜明けという意味があります。実はこの旦という字、象形文字です。地平線や水平線から太陽が昇る様子が漢字になっています。元旦は一年の始まりの最も厳かで神秘的な時間帯です。初日の出を見に行ったり、初詣に行ったり、パワースポットに行く人も多いです。一年のスタートのこの時間は大切な人と一緒に大切な人の幸せを願って過ごします。2、三が日。1月1日から3日までの3日間を三が日と言います。お正月というとこの3日間を意味することが多いです。多くの会社は1月4日から仕事が始まります。この3日間の間に初詣や親族への新年の挨拶、新年のお祝いなどお正月のイベントを楽しみます。そして多くのお店では初売りといってこの3日間にくじ引きや特価品などさまざまなイベントを行います。3、福袋。初売りの目玉商品は福袋です。福袋は買う前には中身がわかりません。なぜ
何が入っているかわからないのに買うのか。それは値段以上の金額の商品が入っているからです。福袋は何が入っているかわからないスリルと、支払う金額よりも高い商品が手に入れられるお正月のお楽しみ袋です。お正月の3日間、多くの人が福袋を買いにお店に並びます。例えば洋服の福袋、サイズ別に5000円、1万円、3万円など何種類かあります。自分が好きなブランドのお店に行ってサイズと金額だけ選んで福袋を買います。お店にもよりますが、価格の数倍の値段の商品が入っています。気に入らない商品が入っていたら、誰かにあげたり、売ったり、交換したりします。福袋の種類はたくさんあります。パンの福袋、日用品の福袋もあります。家電の福袋、宝石の福袋もあります。布団の福袋、お酒の福袋、旅行や車の福袋まであります。なんと数千万円もする高額な福袋もあるそうです。お目当ての福袋を買うために大晦日からお店の前に何時間も並ぶ人もいます。2、お年玉。最後に紹介するのは、子どもたちが楽しみにしている一大イベント、お年玉です。お正月、多くの人たちはふるさとに帰り、親戚で集まって一緒に新年を祝います。大人同士はお年賀という贈り物を渡し合います。お年賀は海苔や焼き菓子などの日持ちがする食べ物が多いです。そして大人から子供にはお金を渡します。お正月に渡すお小遣いのことをお年玉と言います。お正月に会う大人が多ければ多いほど、子どもたちはたくさんのお年玉がもらえます。学校が始まる新学期、子どもたちの間ではお正月にいくらお年玉をもらったか、もらったお年玉で何を買ったか、何をして遊んだか、そんな話で盛り上がります。お年玉を渡す大人の方は大変です。お正月に会う予定の人の中に何人子供がいるのか、いくら渡すのか、準備が必要です。急に渡す相手が増えても困らないように、少し多めに準備しておきます。小さい子には3000円、小学生には5000円、中学生以上には1万円というように、年齢ごとに金額を決めて渡している人も多いです。
親戚が多いほどお年玉をたくさん用意する必要があります。お正月はとてもお金がかかります。お年玉はポチ袋という小さな封筒に入れて渡します。年末になるとコンビニやデパート、ホームセンターにもたくさんの種類のポチ袋が売られています。子供が喜びそうなキャラクターのポチ袋が人気です。そしてお年玉として渡すお札は新札を使うのがマナーだとされています。そのため大人たちは年末のうちに銀行に行ってお年玉用のお金を新札で準備します。クリスマスから始まり、年末にお正月準備、お年玉。大人たちはお金をたくさん使う時期ですが、子どもたちは一年の中で一番たくさんお小遣いがもらえる時期です。お正月は子どもにとって夢のような行事です。おまけ。ここからは普段のスピード、話し言葉で少しだけおしゃべりしていきます。本編とどれくらいスピードが違うかな、聞き比べてみてくださいね。さて、今回は子どもにとっての一大イベント、お年玉について紹介しました。お小遣い以外で子どもに現金を送る習慣は他の国にもあるのでしょうか。本編の最後の一文で、お正月は子どもにとって夢のような行事と紹介しました。普段は食べないような特別な料理を食べ、普段はあまり会わない親戚にも会い、夜遅くまで起きてたくさん遊べる。そして何よりお年玉がもらえる。普段とは違う非日常、特別なことばかりで夢のよう。それがお正月でした。しかし、だんだんとその特別感は薄れつつあります。お正月にしか食べることができなかった食べ物もスーパーでいつでも買えるようになりました。現代人は忙しく、年末年始もふるさとに帰ることなく、いつも通りの生活を送る人も増えました。なんだか寂しい気持ちになります。私は大人になってお年玉を渡す側になっても、やっぱりお正月が楽しみで特別に感じます。次回の動画ではお正月の特別な料理について紹介します。お正月料理、実は深い意味があります。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。みーでした。またね、バイバーイ。